優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、モノタロウコンパクトホーン取り付け。この車は外車なの？違うわ、トヨタコンフォート元教習車よ。そうなの？純正ホーンからモノタロウのコンパクトホーンに変えたの。モノタロウのホーンっておいくら万円なの1000円ちょっとで買える格安ホーンで。そんなに安いの？コンパクトホーンは保温リレー不要だけど 30A のリレーと極太配線を追加して音が変わるのか試してみましょう。リレーに極太配線、何それ？ホーン2つと付属品です。高音ホーン 510Hz、 低音ホーン 410Hz、 プラスマイナスの表示がありませんが、どちらに接続しても問題ありません。ホーン取り付けステーとナット2つずつ、取扱説明書、小さい方の取り付け穴、ホーンに接続してナットを取り付けます。フロントグリルの奥、純正ホーンがついています。モノタロウコンパクトホーンに交換します。ラジエーターサポートオープニングカバーを外します。クリップを外します。クリップ真ん中のピンを押してから内張り剥がしなどで外します。ラジエーターサポートオープニングカバー外れました。ラジエーターグリルの取り付けビスを外します。クリップのロックを押してはめ込みを外します。ラジエーターグリルが外れました。低音と高音マルコ製の純正ホーンです。純正ホーン外します。この車はホーンのプラス線が1本、アース線はついていません。ラジエーターサポートとホーンステー、アース用ボルトでアースを落としています。もう一つの純正ホーンを外します。こちら側はプラス線が2本、ホーンの電源を分岐しています。この車はホーンが2つ、プラス線が1本ずつ、アース線なし。ホーン電源の純正コネクターをホーン端子にそのまま接続できました。ホーンの取り付け問題なさそうですが、アース線がありません。簡単確実に接続できる純正変換コードを使うことにしました。配線の長さは 1.5 メートルです。純正コネクター側とホーンの端子側、アース線の長さは50センチです。クワ型端子と平型端子、水が入らないように開口部を下にして取り付けます。ホーンステーの固定ナットをしっかり締めます。純正変換コードとホーン電源コネクターを接続。ホーン端子のプラスマイナス、極性がありませんので、どちらに接続しても問題ありません。純正変換コードの電源線とアース線をホーン端子に接続。アース線のクワ型端子はホーン取り付けボルトに挟み込み固定します。ホーン取り付けボルトをしっかり締めます。ホーンの動作確認正常になっています。余っている配線を束ねて結束バンドで固定します。束ねた配線をステーに固定します。もう一つのホーンを取り付けます。ホーンとエアコンの高圧パイプが接触します。先ほど取り付けた高温ホーンを外します。エアコン高圧パイプとのクリアランスを確保できます。ホーンステーをしっかり締め付け、低温ホーンを取り付け、ラジエーターグリルとホーンが接触していないか確認。ホーンとラジエーターグリルが当たっています。ホーンステーを曲げ加工。ホーンの位置調整です。ホーン開口部が後ろ側に移動しました。
ラジエーターグリルとホーンのクリアランスが確保できました。2つのホーン取り付け終わりました。純正ホーン、モノタロウコンパクトホーン。この車にはホーンリレーがついています。3極のホーンリレーです。ホーンリレーを外した状態です。ホーンは鳴りません。ホーンのヒューズは10アンペアです。30アンペアリレーと極太配線後付けします。エーモンの30アンペアリレー、エーモンの大容量電源取り出しコード、12V 30アンペア4極のリレーです。赤色の太い線はバッテリーのプラス、黄色い太い線はホーンに接続します。青い線は車両側のホーン電源コネクターと接続します。黒い線はボディアースです。30アンペアリレーにコネクターを接続。コードの太さは5スケア、長さは6メートルです。大容量電源取り出しコードには40アンペアのヒューズがついています。青い線は一般的な配線の太さ 1.25 スケアです。今回は使用しませんが、丸型端子が2つ付属しています。バッテリーのマイナス端子を外します。バッテリー固定ステー外します。バッテリーのプラス端子に大容量電源コードの丸型端子を接続します。40アンペアヒューズはバッテリーのプラス線に固定することにしました。30アンペアリレーはヒューズの下に固定します。バッテリープラス端子のナットを外します。大容量電源コードの丸型端子を接続してナットを締め付けます。別売りのコルゲートチューブをかぶせます。コルゲートチューブがずれないように結束バンドで固定します。ヒューズホルダーをプラス線に固定します。バッテリープラス端子を外します。バッテリーを外します。リレーの配線バッテリープラスの赤い線にギボシ端子を取り付けます。配線が太いので端子カバーが入りません。ギボシ端子の押す側、電光ペンチでかしめて取り付けます。収縮チューブを装着。ヒートガンで温めます。ホーンの電源黄色線にギボシ端子、メス側、取り付けます。収縮チューブを装着。ヒートガンで温めます。リレー作動用青色線とボディアース黒色線。ギボシ端子取り付け。リレーを結束バンドでプラス線に固定しました。リレーの赤色線と大容量電源コードを接続します。大容量電源コードをカットします。ギボシ端子を取り付け、収縮チューブを装着。リレー赤色線と大容量電源コードを接続。結束テープを巻きつけます。さらにコルゲートチューブをかぶせます。リレーのアース線、アース延長コードを作りました。リレーのアースと延長コードを接続。結束テープを巻きつけ、コルゲートチューブをかぶせます。バッテリーマイナス端子のアースポイント。アースポイントにリレーのアース線を接続。純正変換コードを外します。リレーの黄色線とホーンの電源線を接続します。ホーンの電源線をラジエーターとラジエーターサポートの隙間に通します。後でホーンの電源線を車両ハーネスに固定します。電源線をちょうど良い長さにカットします。
電源線の分岐箇所に印をつけます。電源線を加工します。ワイヤーストリッパーで被覆に切り込みを入れます。カッターで被覆をカット。被覆の一部を取り除きます。もう一本の電源線、被覆を剥きます。一本の電源線を2本に分岐して2つのホーンに電気が流れる加工をしています。分岐点の接続部分をきっちりハンダ付け。収縮チューブをかぶせてヒートガンで温めます。結束テープを巻きつけます。平型端子を取り付け収縮チューブをかぶせます。ヒートガンで温めます。コルゲートチューブをかぶせます。ホーンの電源分岐コードできました。電源線をラジエーターとラジエーターサポートの隙間に通します。高温側のホーンに平型端子プラス線を接続。リレーの黄色線とホーンの電源線を接続。結束テープを巻きつけコルゲートチューブをかぶせます。最後はリレー作動用の青色線。車両側のホーン電源コネクター2つのうち1つにリレー青色線を接続します。先ほど取り外した純正変換コードを使います。コネクターを接続。コルゲートチューブをかぶせます。ラジエーターとラジエーターサポートの隙間に配線を通します。車両ハーネスと電源線、純正変換コードを固定します。純正変換コードの平型端子をカットしました。ギボシ端子取り付けました。純正変換コードとリレー作動用の青色線を接続。結束テープを巻きつけコルゲートチューブをかぶせます。リレーと保温関係の配線を車両ハーネスに固定します。配線がエアコンパイプと接触していないか確認。分岐した電源線の低温保温側、ちょうど良い長さにカットします。平型端子を取り付け、コルゲートチューブをかぶせます。低温保温に電源線を接続。ラジエーターサポートの内側に車両ハーネスとボンネットワイヤーがあります。ホーンの電源線をボンネットワイヤーと車両ハーネスに固定します。保温ホーンを固定します。アース線を取り付けます。余っている大容量電源コードでアース線を作りました。プラス線と間違わないように黒色テープを巻きつけました。アース線を保温端子に接続。クワガタ端子側、保温取り付けボルトに挟み込み、アースを落とします。保温取り付け終わりました。バッテリーを取り付けます。バッテリーステーを取り付けます。プラス端子を接続。40A ヒューズと 30A リレーの取り付け具合を確認。マイナス端子を接続。リレーあるなしの比較です。外したパーツを元に戻して完成です。リレーありは音が響いて濃厚になっているのだ。そうね、各動画のブルートーンホーンと同じく音圧が上がり安定感があるわね。なんで音が大きくなるの？ 30A リレーと極太配線の効果が出ているのよ。そうなの？保温ボタンを押すと青い細い線に電気が流れて黒い路線のアースに落ちます。小さい電気がコイルに流れると磁石になります。磁石に可動接点が引き寄せられ固定接点とくっついてバッテリーから直接大きな電気が保温に流れます。
赤い太い線から黄色い太い線に大きな電気が流れることになります。あとリレーからホーンの配線を極太線にしているので効率よく大きな電気が流すことができるわね。極太線は濃厚な音に貢献していると思うわ。リレーと太い線の効果が分かったのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。